2021年3月に兵役除隊し、復帰ドラマ、袖先赤いクットンで、数々の賞を受賞し、注目を集めた、6人組アイドルグループ 2PM のイ・ジュノさん。ジュノさんは、過去に怪我をして、肩に傷があるそうですが、傷跡の理由や、熱愛彼女、結婚についてなど、詳しく調べてみました。経歴についても合わせてご紹介しますので、ぜひご覧ください。イ・ジュノはどんな人？ジュノさんは、日本でも知られている歌手兼音楽プロデューサーのパク・ジニョンさんが設立した大手芸能プロダクション JYP 所属の6人組アイドルグループ 2PM のメンバーで、リードボーカルとメインダンサーを担当。両親と4歳離れた姉の4人家族で、重慶には元プロ野球選手で、現在は MBC スポーツの解説委員のキム・ソヌさんがいます。動物が好きで、その中でも猫が大好きなジュノさんは、数匹の猫も飼っているのだそう。そんなジュノさんは、2006年の17歳の時に、スーパースターサバイバルで、6500倍の競争を勝ち抜いて優勝し、JYP の練習生となりました。2008年に野獣アイドル 2PM としてデビューし、グループ内では安定的なボーカルの実力とダンスの実力を兼ね揃えていて、デビュー当初からとても人気があったのです。2010年の9月には日本デビューも果たし、発売したシングル曲すべてがランキング上位で、2013年の10月にリリースした曲、ウィンター・ゲームズで、日本で初の1位を獲得しました。アルバムは、2枚目からは、オリコン週間チャート1位や、タワーレコードデイリーセールス1位などを記録しているのです。2011年からは、作詞作曲も手掛けるようになり、ソロアルバムやソロコンサートなども幅広く行っています。役者として初めて出演した映画が、2011年のホラー映画ホワイトで音楽番組の司会者役を務め、その後、2013年の映画ガン死者たちや、2015年の映画メモリーズ追憶の件にも出演。メモリーズ追憶の件では、役の特徴を十分に活かしたセンスある演技でとても好評で、共演者のチョン・ウソンさんやハン・ヒョジュさんが注目すべき後輩としてジュノさんを指名しました。その後、初主演を果たした映画は2015年の20歳で、キム・ウビンさんとカン・ハヌルさん3人の若者の恋愛と友情を描いた作品です。こちらの映画は、観客数300万人突破の大ヒット作品で、翌年2016年からは、ドラマにも積極的に出演するようになったジュノさん。2017年以降は主演作品ばかりで、昨年2021年に兵役除隊し、復帰作となったドラマ、袖先赤いクットンでは、イさん役を演じ、2021MBC 演技大賞で最優秀演技賞を受賞と、共演者のイ・セヨンさんとベストカップル賞も受賞しました。ジュノさんは、左利きで筆記は右手だそうですが、袖先赤いクットンで、皇太子のイさん役を演じるため、右手で箸を使うように練習したそうです。手が22センチメートルと非常に大きく、2PM の他のメンバーは 19.3 から19.8センチメートルで、韓国男性の平均は19センチメートルだとか。実際にファンの人たちも感じているようで、ツイッターにジュノさんの手が大きくて綺麗だというツイートもたくさん見かけました。イ・ジュノの肩の傷跡の理由は？兵役は？ 2PM のメンバーの中でも運動神経が一番と言われているジュノさんは、今までアクロバットの振り付けを多く消化してきたメンバーの一人でもあるんです。しかし、ミュージックバンク2週連続1位になった2010年10月にリリースした曲「I'll Be Back」のアクロバット練習中に右肩を負傷してしまいました。その時、腕がほとんど使えない状況が続き、メンバーのウヨンさんがジュノさんのパートを代わりに担当してくれましたが、当時は本当に辛かったとのこと。関節芯という関節のくぼみがあるのですが、その部分が切れてしまい、薬と根性で痛みに耐えながら練習し、頑張っていたようで、
スケジュールの関係上すぐには治療をせず、2012年に手術を受け、肩の傷はその時にできたものだそうです。腕がうまく動かせない時もあり、頭まで痛みが響くくらい神経が損傷していて、手術後でも8割ぐらいしか腕を使えないような感じで、手を上に上げると痛みがあったのだとか。6箇所に穴が開いていて、筋肉で固定している状態なので、日々のトレーニングは欠かせないと2021年に放送された番組、私は一人でクラスで話していたジュノさん。デビュー前にも空中バックタンブリングを練習していて、着地を頭からしたせいで気絶したことがあり、約10分間意識を失い、当時関係者たちは、ジュノさんが再び踊れなくなると思ったほどだったとか。基本的に運動は10分間のウォーミングアップをした後に80分間筋トレをするそうです。怪我をしたことでダンスを続けたくないという気持ちにはならなかったのですかという質問に対し、逃げることは一度も考えたことがないとのこと。そんなジュノさんの兵役期間は2019年5月30日から2021年3月20日までで、兵役判定検査で4級の判定を受けて補充役となり、原則的には社会服務要員となって兵役を行いました。兵役判定検査は1級から7級まであり、1級から3級だと現役兵として入隊できるのです。しかし、社会服務要員になったとしても、4週間の新兵訓練を受ける必要があるようで、精神教育で心構えを徹底的に訓練し、その後、敬礼と歩行を学び、軍歌を覚えたりもするのだとか。みんなで軍歌を歌いながらランニングをし、射撃訓練、手榴弾訓練、催涙弾体験訓練などは新兵訓練として短縮系ですが、ジュノさんも受けたそうです。熱愛彼女は結婚についても、ジュノさんはデビューしてから今まで熱愛報道をされたことが一度もありません。2013年時点のインタビューでは、デビューしてから付き合ったことはないと話し話題になったジュノさんですが、少し関心があり何回か会った女性はいたと話していました。しかし、恋愛に発展するまではいかなかったとのこと。今まで報道はなかったものの、ファンの間で噂となった女性芸能人はいて、2012年に放送されたリアリティ番組、その女作詞、その男作曲で共演したキム・ソウンさんです。撮影の中で、ジュノさんとソウンさんが手をつないで、本当のカップルのように歩く姿があり、本当にお似合い。付き合ってるみたいと噂になりましたが、お互いの所属事務所は否定をしました。ジュノさんはいつかの番組で公開恋愛はしたくないと話していたこともありますので、恋愛はとても慎重に行っている可能性もあるかもしれませんね。結婚についても、2016年のインタビュー時には結婚について考えたことがないと話していたジュノさんの好きなタイプは感じが良くて、どんな状況でも積極的で自分だけを愛してくれる一途な女性だそうです。好きな芸能人はハリウッド女優のスカーレット・ヨハンソンさんやフランスの女優レア・セドゥさんだとか、2PM の一番末っ子のチャンソンさんが今年2022年に結婚をしましたし、ジュノさんも今後発表があってもおかしくない年齢になってきているので、いい報告が聞けるといいですね。まとめ。野獣アイドル 2PM メンバーのイ・ジュノさんの経歴や肩の傷跡、彼女についてご紹介しましたが、皆さんいかがでしたか？歌手としても役者としても大活躍のジュノさんですが、忙しくて恋愛の時間もなさそうですね。もうすでに新ドラマの出演も決まっているようですので、今後のジュノさんの活躍も応援していきましょう。